うつ病が治らない人の共通点。精神科医樺沢志音のカバチャンネル。今日は質問いただきました。38歳男性健太さん。うつ病で3年通院していますが、なかなか良くなりません。主治医の指示通り抗うつ薬も飲んでいます。何か治らない理由があるのでしょうか。自分でやれるべきことがあれば教えてください。なかなかうつ病が治らないという方はよくいますね。やっぱり1年ぐらいはかかる場合があります。でも2年3年ってことになってくると、これなかなか治らないっていう部分に入ってきますね。基本的にうつ病っていうものはだいたい 90% 以上は寛解する、症状が消えて良くなる状態までいく。その後また再発したりね、悪化したりする人もいるんですけど、とりあえず寛解率でいうと 90% 以上は治るという病気でございます。逆に言うと 10% がなかなか治らない、難治化あるいは遷延化っていうんですけども、なかなか治らない、長引くっていうね、 10% の人はそういう状態になる可能性があるということです。私もたくさんですね、数えきれないほどうつ病の患者さんを見てるんですけど、治らない人にいくつかの共通点がやっぱ認められるんですね。なのでここだけはきっちりやっていかないと治りませんよっていうポイントがあります。まずですね、飲酒しているってことですね。これ一番重要ですね。お酒を飲んでる人ですね。それもほぼ毎日飲んでる方ですね。これは治りませんね。まずね、ほぼ毎日飲んでるということで、うつ病というよりもアルコール依存症がもうすでに疑われてくるんですけども、1週間に1日以上お酒を抜いてない状態の方っていうのは相当なアルコールの影響を受けている可能性が、逆にうつ病っていうよりもアルコール依存症にうつが合併してるっていう考え方になってきます。そこまで飲んでないよっていう方もいるとは思いますけど、お酒っていうのは脳の神経活動を下げる、つまりうつの原因になるので、うつ病の治療をしている方は私はお酒はもう完全にやめていただきたいと。なかなか治らない人よく聞くと飲酒してるってことは本当に多いですね。なのでお酒は必ずやめてください。2つ目ですね、昼まで寝ているという人が多いですね。昼夜逆転の生活ですね。うつ病を治すためにはセロトニンっていう物質が出ないといけないんですね。うつ病というのは脳内物質セロトニンが下がってしまったのがうつ病という病気です。脳科学的に言うと、つまり分かりやすく言うとセロトニンさえ高めてあげればうつ病は治るんですね。セロトニンを高めるためには朝日を浴びるということが重要です。12時の光を浴びてもダメです。朝セロトニンという物質はほぼ午前中しか作られませんので、昼まで寝てるとしたら午前中に朝日を浴びませんので、セロトニンが作られようがないんですよ。だからうつ病が治るはずがないんですね。絶対治らないというぐらい言ってもいいぐらいで、治りようがないんです。セロトニンが出ないんだから。もともとセロトニンが出ない状態でさらに日光を浴びなかったら余計悪くなる。だからうつ病の患者さんに私がおすすめしているのは朝の散歩ですね。15分でいいので朝の散歩をしてほしいんですね。それはだいたい10時前、できれば9時前、朝7時に起きて30分散歩ができるようになったらうつ病は治ります。もう治ってるっていう状態で言えるかもしれませんけども、毎日7時に起きて朝30分散歩したらうつ病は治ります。ほとんど。なのでぜひ朝の散歩をしてほしい。逆に昼まで寝てるという人はとにかくまず10時までに起きるようにして、10時から15分散歩とか、散歩できなければ日向ぼっこでもいいので近くの公園に行って15分座ってるだけでもいいですね。うつ病の人だから歩くって大変だと思うのでね、それでもいいのでとにかく朝日を浴びるってことをしない限りうつ病って治りようがないっていうのが私の考えです。うつ病が治らない人の特徴の3つ目ですけども、それはですね、運動不足ですね。でうつ病っていう人は何もしたくないので、基本的に家に引きこもりのような状態になったり、ほとんど買い物なんかも行かないでカップラーメンみたいなのばっかり食べてるとか、そんな感じになっちゃうのでほとんど外出しないという人が多いんですけども、最近の研究では運動療法っていうのがものすごく効果があるということが言われております。どのぐらい効果があるかというとですね、運動療法、週に数時間の運動ですね。逆に言うと1日30分の散歩でも十分なんですけども、薬物療法と同等かそれ以上の効果があるというのが運動療法のすごいところですね。なので運動療法をきっちりやるんであれば薬飲まなくても治るっていうぐらいの勢いでございます。逆に言うと薬を飲んでさらに運動療法をするともっといいよということになるわけですね。なのでぜひですね、運動療法ということで、散歩でいいです。余裕がある人は汗が流れるような運動週に何回かでもいいのでやられるといいと思いますけど、本当に打つのきつい人はそんなに無理だと思うので、1日15分の散歩、できれば30分ぐらいの散歩、これを習慣にしてほしい。先ほどと同じですね。できれば午前中、患者さんにそれを言うとですね、私具合が悪いのにそんな歩けって無理じゃないですか先生っていうふうに言うんですけども、それが悪循環なんですね。具合が悪いから散歩に行けない、散歩に行けないから運動不足になっていつまでもうつが治らない、具合が悪いの外出できないって延々と堂々巡りになるので、どっかでなんとか一年発起して散歩をするとか、5分でもいいです。最初ね10分でもいいので散歩してほしいんですね。そうすることによって一気に治っていくということになります。ということで、うつ病
病が治りづらい人の3つのね条件っていうのがありまして、おそらく質問をくださったね健太さんも間違いなくどれか当てはまってる部分があると思うんです。この3つさえきっちりやって、あと精神科の先生の指示通りやっているとですね、私はそんなに長くなるってことはないんじゃないかなというふうに思いますので、この3つの治らない理由をしっかりと潰していただいて、うつをしっかり治してほしいなと思います。精神科医樺沢紫音のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。